皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。リエールさんのタニトモフェスタで購入してきた多肉たちです。このヒーラー、動画紹介の時にはこんなに葉が閉じていて表情が全然わからなかったんですが、葉が開いてみるとこんな顔をしていたんですね。今日はこの抜き苗たちを鉢に植え付けしていきます。今回苗を植え付けていく鉢はタニトモフェスタで購入してきたリエールさんの必殺鉢です。大小両方とも購入してきていますが、葉が開いたヒーラーはこの大きな鉢の方に植え付けることにしました。今回のリエールさんのタニトモフェスタでは、多肉とこの必殺鉢以外にも多肉の土も売っていたみたいです。リサーチ不足で今回は購入できませんでしたが、リエールさんの多肉の土、ちょっと気になりますね。この必殺鉢を購入するときに、近くにいたスタッフさんに聞いた話によると、鉢底石は入れても入れなくても大丈夫ということだったので、今回は鉢底石を入れず、土だけを入れて多肉を植え付けています。ヒーラーの植え付けが完了しました。この鉢よく育つということなので、これからの成長が楽しみです。次に鉢に植え付ける多肉は猿です。私の多肉の欲しいものリストの中にも入っていたこの猿。今回のタニトモフェスタで購入できてとても嬉しいです。しかも多頭なので、この猿は株分けして植え付けようと思います。一見双子ちゃんに見えますが、実はもう一株小さな株がついているんですが、夏の暑さでダメになってしまうのが心配なので、その株は外さず育てたいと思います。どちらの大きさの鉢に植えるかちょっと悩みますね。小株がついていないお一人様の猿は小さな鉢の方に植え付けることにしました。小株ちゃんがついていて、一回りロゼットが大きい方の猿はやはり大きな鉢の方が良さそうですね。土が用意できたので猿を植え付けていきます。大きなロゼットの方から植え付けていこうかな。根もしっかり生えています。このピンセットで先ほどクモの巣を取っていたので、ピンセットの先についた土がなかなか取れず、ちょっと困りました。それにしてもこの小株ちゃん、茎が長く伸びていますね。小株ちゃんの茎を傷つけないように優しく植え付けました。名札も忘れずに刺しておきました。ロゼットの一回り小さな方の猿は土に乗せるだけなので、あっという間に猿の植え付けが完了しました。この
鈴なりになっている実、なんだかわかりますか？桑の実です。今年初めて桑の実を収穫させていただき、この収穫した桑の実を使い、ジャムを作りました。桑の実は虫も大好きなため、水洗いは念入りにしました。そして一つずつハサミを使い、ヘタを取っています。ヘタを取った桑の実は軽くフードプロセッサーをかけて口当たりを良くしています。少しつぶつぶが残る感じ。ホーローの鍋に移し入れ、桑の実の重さの 30% から 50% の砂糖を入れて、レモン汁を加えて、アクを取りながらコトコトと煮ていきます。そして6月は大好きなビワのコンポートも作りました。たっぷり1箱分使いました。出来上がった桑の実のジャムとビワのコンポートは瓶詰めにしてあります。これでしばらくの間は桑の実ジャムとビワのコンポートを楽しめそうです。そして今月に入り、赤玉ねぎを使い玉ねぎ麹を作りました。いろいろな料理に使えて便利な調味料です。作業の続きをしていきます。次はシュークリーム。株分けするかどうか迷いましたが、とりあえずこのまま小さな鉢に植え付けておくことにしました。株分けするかしないかはその時の気分次第。もしかしたら秋頃に株分けするかもしれません。名札を刺したらシュークリームの植え付けの完了です。大きい鉢を用意しているのはこのサニーティアを植えるためです。大きなロゼットで葉数も多いですね。根もしっかりと出ているので安心です。枯葉がついていたのできれいにお掃除しておきますね。根が傷つかないようにピンセットを使い保護しながら土の上に優しく乗せる感じで植え付けていきました。鉢の大きさもちょうど良かったですね。サニーティアの植え付けもこれで完了です。次はこのアマリリスです。学名を調べても出てこず、エケベリアなのかパキベリアなのかご存知の方はコメントしていってくださいね。ヘス巻きを外して2週間ほったらかしでしたが、しっかり根が出ていました。茎立ちしていたこのアマリリスは少し深めに植えました。それでも株がぐらつくので、周りの土を指先でしっかり押さえておきました。根が伸びると苗も安定するので心配はいりません。このブラックジャッカルは双子ちゃんだと思って購入してきましたが、フェス巻きを解いてみると
一株ずつに株が分かれていました。一つは保険株ということで、とりあえず小さめの鉢に一つずつ植えることにしました。そしてこのブラックジャッカルと同様に、普通のジャッカルも保険株がもう一つ欲しいところです。ブラックジャッカルの植え付けもあっという間に完了です。両方とも元気に育ちますように。お次の多肉はヒューミリスです。実はヒューミリス、以前持っていてダメになってしまったと言っていたんですが、実はその後にヒューミリス購入していました。どこにあるかはわかりませんが、買った肉リストに入っていました。すっかり忘れていましたが、このヒューミリス立派なのでよしとしましょう。今日の植え付け最後はこのスイートミントです。スイートミントもしっかり根が出ていますね。スイートミントも土の上に乗せるだけなので、あっという間に植え付けは完了です。リエールさんのこの必殺鉢、多肉がよく育つそうなので、今後の多肉の成長がとても楽しみです。はい、ということで今日の動画はリエールさんのタニトモフェスタで買った多肉たちを必殺鉢に植え付けしていきました。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。